一つはですね、ジャッキー、またダバオの殉教事件ですね。5人の人たちがね、殉教したんですが、非常に世界的なニュースになっちゃって、クリントン大統領から当時のですね、人質だった人たちに慰めの電話がかかりました。具体的にですね。そして葬式を行ったんですけれども、葬式はですね、7回に分けて行ったんですね。7人の講師が立って、そのうちの1人は私だったんですね。それで、何を話そうかっていうふうにこう祈ってる時にですね、主が言われたんですね。殉教事件が起こって、ジャッキーたちが死んだその場所に立って、すべての事柄を感謝して、主の勝利を宣言しなさい。それを言えって言われたんですね。どうなるかなと思ったんですね。変なことを言ってるなと思われたら困るなと思ったんですね。しかし、明確に神から来たので、その葬式の時にですね、それを言ったんですね。言った瞬間、ちょうどね、言った瞬間、雷がバババーッと落ちるように、強烈な雨が始まって、そしてですね、風が吹いたんですね。それで中にいる人はみんなこんな感じ、どうしたんだっていう感じで、まさに主の手が働いたっていうことをね、非常に強く感じさせる事柄がありました。で、これは御心であるなというふうに感じたんですね。それで、半年後のですね、2月8日に、牧師はですね、刑務所は借りられないって言ったんですが、主が言われたことなのでですね、どうして借りられないのかというと、事件を起こした責任を問われてたからですからね、ですけれどもですね、主が語られたので開くというふうに思いましたので、頼んでみたらね、開いちゃったんですね。そしてジャッキーやジュリエッタたちが死んだあたりで、遺族とですね、日本チームと、15、6人、20人ぐらい集まってですね、そこで賛美をいたしました。みんな泣いてました。非常に強い精霊のね、力がそこで現れてきたんですね。で、その時にですね、カシオ牧師たちの教会は、殉教時間の責任を問われてしまってですね、半分ぐらいになっちゃって、そしてカシオ牧師ももう辞めるんじゃないかっていう状況になってたんですね。で、働きが一気に落ちてたんですね。ところがね、そこで一つ勝利の宣言をし、全てを感謝したときに、ガラッと状況が変わっちゃいました。半年後にはですね、カステオ牧師の教会はね、4倍に増えてました。それから2つから7つになったのかな。それとともに進学校はその後でき、個人の働きもし、そしてですね、十数個の教会に一気に伸びていったんですね。また同時に我々の働きもですね、一時的に、カバーリングする教会が70ぐらいになったのかな。っていうような形になりました。で、この中で、あそこで殉教した場所でですね、主が全てのことを感謝し、主の勝利を宣言しなさいっていうのは、まさにポイントをついた霊の戦いであり、また感謝の祈りだったということをね、ちょっと感じます。で、その中で、この今に至るまで、エディたちがね、TLEA の教会をやったりなんか、個人の働きをしたりなんかしての働きがこう続いているということをね、覚えておいてください。